はい、皆さん、コンタコス。もうすぐ誕生日を迎えるタルタコスでございます。もうね、おっさんですよ。おっさん。さてさて、久々のね、動画投稿になってしまって申し訳ねえです。いろいろありましてね、ちょっと遅くなりました。すいません。今回の動画はですね、ミニアップデート、ボグウィッチ。これがね、パブリックテストとして公開されたので、そちらのね、紹介になります。新しい敵とか冒険要素的な追加はなくて、昔のねハース&ホームみたいなアップデートになりますね。新しい NPC が追加されて、食事やポーションなどなどが新しく追加されました。それに伴っていろいろと変更された点もあるので、そのあたりも解説しながらこのアップデートをね紹介していこうと思います。ではね、紹介する前にですね、今回もまだ本番のアップデートはまだなので、ネタバレだけ要注意でお願いします。さあ、それではね、早速紹介していきましょうか。はい、それではアップデートでね追加された内容を紹介する前に、新しくねアップデートで変更される点、これについて紹介していこうと思います。大きく変わったのが料理です。アップデ適用後は新しいクラフトが追加されてますね。作成の欄を見ると、このフードプレパレーションテーブル、そしてこれですね、ミードケティル、この2つがですね追加されております。この2つのクラフト、何ができるかというと、今まではね大釜で全ての料理を作っていましたが、アップデ以降はですね、大釜、フードテーブル、ミードケティル、この3つでそれぞれ作る料理が分かれます。どう分かれるかというと、このねフードプレパレーションテーブルではオーブンで焼く料理、そしてパーティー用の料理ですね、これは新しく追加されたパーティー用の料理、そしてこの釣り餌ですね、この3種類で、あと生魚、こんな感じですね。主に3種類このフードプレパレーションテーブルで作ることができて、でこのミードケティルでは何が作れるかというと、ポーションですね。ポーションの種類がめちゃめちゃ増えたので、このミードケティルで全て作ることができます。で先ほど紹介した以外の料理、それ以外の料理はこの大鍋で作ることができますね。こんな感じでね分かれるので、いつもみたいにね大釜で料理を作ろうと思ったら作れない料理もあるので要注意ってやつですね。アップデート後は必ずこの2つのクラフト、フードテーブルとミードケティル、この2つをね必ず作っておくことをお勧めしますね。そしてお次はスキルですね。スキルが新しく追加されております。新しく追加されたのがこの3つですね。料理、作成、工作、この3つでございます。後でねこの3つのスキルについては詳しく解説するんですけど、ざっくり何ができるかというと、調理に関しては調理スピードとボーナス獲得率で、作成は作成スピードと建築スタミナの消費、減少ってやつですね。スタミナ消費減少で、工作においてはスタミナ消費、収穫範囲、ボーナス獲得率、それぞれがですね、このスキルポイントが上がると、ボーナス獲得率が上がったりするわけですね。でここに書いてあるボーナスっていうのは何ぞやというとですね、例えば料理なら、作った時にプラス1個多く作れる可能性があったり、工作だったらですね、プラス1個多く収穫できたりすることですね。この3つのスキルがね新しく追加されたので、料理の変更点とね合わせて覚えておいてください。さて、では重要なね変更点も説明できたので、早速今回のね目玉イベント NPC に会いに行きましょう。はい、ということでね着きました。これがですね新しい NPC、魔女が住んでる家ですね。沼地にございます。こんな感じの外見ですね。外にはですねドワーフがいますね。攻撃しても何も起こらないんですけど、
で中に入るとですね、このほうきがあって、でここにですね魔女がいます。まあちょっと明るくしましょうか。はい、こんな感じですね。こいつがですね新しく追加された NPC 魔女ですね。沼地の魔女ってやつですね。魔女って思うかもしれないですけど、魔女です。でちなみにですね、このほうきですね、ほうき今味方なんですけど、まあ、適当にね攻撃すると敵になります。で攻撃はしてくるんですけど、はい、こんな感じですね。ちょっとね裸だと痛いなはい、こんな感じでね攻撃していきます。でこいつをですね倒すと、はい、木と樹脂と、あとねこのクバシルっていうやつがね手に入ります。まあ何にも使えないんですけど飾るだけですね。まあっていうほうきとの戦闘が始まりますね。まあしばらくしたら復活すると思うんですけど、まあ2体殺すと復活しないのかな、ちょっとその辺は分かんないですね。で一応ですねヒルディルとか商人みたくこんなマークが出ますね、近づくと。まあこのマーク頼りに沼地をね探してもらったらいるかなと思います。まあその辺はちょっと頑張って見つけてもらうしかないですね。一応ですね3つほど新しいワールドで探してみました。まあ、発見した場所がですね、まあこんな感じのところですね。まあ探してみた感じ、ある程度広い沼にいる可能性が高いですね。まだね開拓していないちょっと大きめの沼をね探してもらえれば見つかるかなって思いますね。さて発見できたらですね、とりあえずこの何言ってるかわからない魔女に話しかけると、まあいろんなねアイテムが売ってるわけですね。だーっと売ってるんですけど、まあとりあえずですねタコスは今いっぱいコインがあるので大富豪です。とりあえずですね上から全部買って、それぞれね何に使うかを解説していこうかなと思います。さて全て買ってきました。まあちょっとねお金足らなかったんで追い金しましたね。はいということで、まあそれぞれね紹介していきましょう。まず紹介したいのがこのろうそくの芯と盆、そして大釜の塚、まあ、この3つですね。でまずはですねこのろうそくの芯紹介しましょうか。まあ50個手に入るんですけど、これはですね新しいクラフト、この樹脂のろうそくが作れます。はい、こんな感じですね。でつけたり消したりが可能です。これもね光源として使えるんですけど、燃料が必要ないので非常に嬉しいですね。永久光源として使えるクラフトですね。でお次ですね、この大釜の塚、これなんですけど火事場でねクラフトを作れます。この大釜っていうクラフトを作成可能ですね。銀6個と大釜の塚で作成できて、はい、大釜が作成可能でございます。こんな感じですね。まあ特にですね何にも起こらないです。ダメージすら与えられません。ただこの大釜の塚めちゃめちゃ便利ですね。というのも作物がですね収穫できちゃいます。こんな感じですね。これはね超便利です。今まで普通にねこうやって E ボタンを押してね一個一個収穫してたのが、この大釜一つでねバーッと収穫できちゃいますね。でちなみにですねこの大釜の収穫範囲、これもですね工作のスキルポイントに関わってくるので、スキルポイントが高ければ高いほどこの1回でね取れる収穫量が多くなります。まあこのアップデートの中でねタコスの中ではまあ一番嬉しいアップデ内容の一つかなと思いますね。これ超便利になりましたね。さてお次ですね。お次はこの盆ですね。この盆何に使えるかというと、装備するとですねまあこんな感じで食事ですね。右クリックを押すと自分が今手持ちに持ってる料理、これがね表示されます。
で食料もしっかり蜂蜜酒、そしてね新しく今回追加されたごちそう、まあパーティー用の食事ですね。マルチでなくても食べれるんですけど、まあこれに関しては後ほど詳しく紹介しますね。まあとりあえずですね、食べ物をねこんな感じで置けます。例えばサラダ、そして今持ってるマッシュミート、まあこんな感じでねテーブルの上に配置することが可能ですね。で配置した食事は食べることが可能です。こうやってはい。で実際にね食べた時の効果もしっかりと反映されるので、まあこんな感じで食料を置けてなおかつ食べることができてアイテムスタンドも不要になったみたいな感じですかね。それがこの新しいアイテム盆になりますね。まあこの盆はですね別に買わなくてもいいんですけど、このごちそうに関してはですねこの盆で配置しないと食べれない仕様になってるので、まあ、できたらねこの盆は買っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。であと次はですねこの惚れ薬とかカエルの糞とかこの海藻とかね何に使うか紹介していくんですけど、その前にですねこのツタの植物の種これも売ってます。でこれ何かというとですねまあこんな感じになりますね。植えるとまあ特に植物がなるっていうわけではないんですけど、このね緑色のツタがバーっと生えてきます。ちょうどブドウをですね栽培するのと一緒ですね。ハイノチのあれはね赤色だったんですけど、まあ緑色のねツタの種が新しく追加されたんで、まあこれもですね建築家の方とかはちょっと使えるかなと思うので、もしね使えそうだったら買っておいてください。はい、それではですね次このリスの膝の剣の燻製などかぐわしい植物とかね、まあいろいろとあるんですけど、まあこれらはですね全てこのねミードキティル、これでポーションのね材料になります。まあこのね材料を入手することによって新しいねポーションが追加されてると思いますね。ただですね中には魚が必要なやつもありますね。スズキ、そしてトロルフィッシュとかあるんですけど、まあこれもですね魚入手しとかないとレシピ出ないので、まあ必ずねこのスズキとトロルフィッシュで、あと旗ですね、旗、まあこの3つを入手しといてもらったらレシピはね全部出るかなと思います。さてそれではこの素材でね作ったポーションがどんな効果があるのかっていうのをね実際にねポーションを使って解説していこうかなと思いますね。大丈夫だ、問題ない。はい、それではねポーションを作ってきました。まあざーっと紹介していくんですけど、まずはですねこの魔女から直接使えるこの謎の薬ですね、惚れ薬。これメスのトロルの強烈な香りが瓶の周囲に漂ってるということで、このね瓶の近くにいるトロルは繁殖期のような縄張り意識にとらわれて荒れ狂うって書いてあるんですけど、まあこれですね実際に使ってみましょう。今ね目の前にトロルいますね。コンボ持ちトロルがいるんですけど、このね惚れ薬を使います。まあするとですね、はいこんな感じでねハートマークが出てトロルがね辺りを警戒します。こうやってまあトロルのですね移動範囲が広くなるってやつですかね。まあタコスがね検証した結果、まあそれだけなんですよそれだけの薬なような気がしますね。まあ特にハートマークが出てるからテイムできるというわけでもないので、まあねちょっとどういった場面で使えるかちょっとよくわかんないですね。ただこれまだ隠された効果がある可能性あるので、またその効果がもし分かれば、またその隠された効果があればタコスがねまた別の動画で解説しようかなと思いますね。あ、来ましたねこっち。まあこんな感じで見つかりやすくもなりますね。まあそんな感じのお薬でしょうか。さてそれではここからね作ったポーション紹介していきましょうか。まずはかぐわしい植物を使って作れるのがこの飲む虫除けですね。平原の1日にぴったりの飲み物。
この薬の爽やかな香りは厄介な虫たちを遠ざけてくれるっていう解説ですね。まあこれを飲みます。でこれを飲んで平地行きましょうか。はい、早速ですね、バルフヘイムの中で最強との呼び声高いこのデスキートがですね襲ってきますよね。ただこれを飲んでるとですね刺されません。素晴らしい、超素晴らしいですね。この飲む虫除けデスキートを通さんわけですね。いやー素晴らしいですね。こうやって全然攻撃されないです。体当たりしてくるだけですね。いやこれでですね平地の難易度ねガクッと落とせるので、まあ皆さんねぜひ平地挑む際はこの飲む虫除けのポーションこれを作ってね攻略していってほしいなと思います。で皆さん思いますよね、この飲む虫除けもしかして霧の地の虫たちも避けれるんじゃねって皆さん思うと思います。まあタコスがですねそれをね実証していきましょうということで霧の地行ってきます。さて霧の地やってきましたね。さあどうでしょうか、虫たちは避けてくれるのか。さあティックですね。さあティックはどうなのか。さあ今ね飲む虫除け使ってます。ティックもう普通に食らいますね。はい、お星シーカー2体ちょっと厳しいな。はい、シーカーはねどうなんかっていうところなんですけど、まあこんな感じでね普通に攻撃していきますね。虫除けを使ってももう全くね避けてくれません。虫はもう怖い怖い気持ち悪い。まあこんな感じでねめっちゃ襲ってくるので、皆さんこの虫除けね霧の地では役に立たないので注意しましょうっていうことですね。さてお次ですね、このカエルの糞を使って作れるポーションがこのベルセルクの蜂蜜酒になりますね。まあこのベルセルクの蜂蜜酒結構ね有用なポーションです。ただなかなかね使いどころ難しいと思いますね。まあ効果の内容っていうとダメージモディファイヤーとして霧叩き刺しこの3つのね耐性が弱くなります。この3つの耐性が弱くなる代わりに攻撃スタミナ、ブロックスタミナ、回避スタミナがマイナス 80% ということでめちゃめちゃね攻撃できるし回避できるしブロックできるしっていう感じですね。ではちょっと使ってみましょうか。使ってこのニーズヘッコをね振り回してみます。はい、全然ねスタミナほぼ消費してません。回避しても全然ねスタミナ消費してないですね。まあただダメージ受けるダメージはね結構上がってるはずです。であとですねこのポーションの弱点として時間ですね。時間がですね20秒です。20秒間だけなんですよ。まあ20秒間だけなんですけど、こうやってねスタミナ全然消費しない状態に持っていけるので、まあこれですね結構使いどころ難しいんですけど使えるポーションですね。これでですね灰の地の武器ランクトリプル S のベルセルクルアクスのですね青派生でこれを組み合わせるともうねバチバチずっと攻撃できるんでおすすめでございます。でちなみにですねこのポーションを作るのに必要なこのカエルの糞食べることができますね。まあ食べるとはいこんな感じでねピュークベリーと一緒の効果になります。まあピュークベリー集めるのめんどくさいっていう方はまあ買ってみてもいいですね。ただまあそんな状況はなかなかないと思うんですけど、まあ一応食べるとこんな感じになりますね。でお次ですねリスの膝の剣の燻製っていうねもうわけわからん名前のアイテムから作れるのがこのラタトスクの競争剤。効果はですねこれまで以上により素早く動けるようになるということで移動速度プラス15の走りプラス10っていう感じですね。まあちょっと比較のためにね今これポーションも使ってない状態です。はいこんな感じですね。ではですねポーション使ってみましょうよ。どれぐらい変わるのか。結構変わりますね。だいぶ速くなってると思いますね。移動速度がプラス 15%、 走りプラス10って感じですね。まあ移動速度上げたい方はこのね競争剤作ってみてもいいかなと思いますね。でお次がですねトロルの汗の蜂蜜酒っていうね
もうやばいネームしてるんですけど、まあこれですね、飲むと、はい、所持重量がですねプラス250されます。ちなみに効果時間は5分ですね。5分間の間装備重量をね上げられます。まあそれだけです。はい。まあ使いどころとしては灰の地行くまでだったらまあ鉱石運搬とかにちょっと使えるかなぐらいですね。まあただ灰の地やるとね石のポータル手に入るので、まああんまり使いどころはないかなっていう感じのポーションですかね。でお次はですね、生の海藻、これをね使って作れるのがこのバナニディールのビールっていうポーションですね。効果は泳ぎスタミナ使用マイナス 80% ということです。まあどんなもんなのか、これは普通の状態ですね。まあこれね普通の状態です。でこのビールをね飲みましょう。それとどれだけ泳げるのか、かなり泳げますね。マイナス 80% 伊達じゃないですな。はい、この岩までねついてしまいました。このポーションね結構泳げるので、まあちょっとね、うわ船使うかどうか迷うなっていう時に使えば、まあだいぶね使えるかなと思いますね。はい、これがですねバナニディールのビールの効果ですね。では最後、この動物のささやきですね。効果がですね、動物の群れの中に入っても嫌がられなくなるって書いてあるんですけど、これね別にポーション飲んだからって普通になんか動物、まあ例えばねイノシシとかオオカミとかロックスとかその敵にね突っ込んでいっても普通にねやられます。でほんって皆さん思うんですけど、まあこの効果はですねテイム時間が短縮されますね。まあタコスが調べたところ、イノシシで調べたんですけど、まあ大体ねリアルの時間で約30分普通だったらかかるのが、このね動物のささやきを使うことによって15分に短縮されます。まあ約ね2分の1ぐらいになるので、テイムする際はねこれ必須かなと思いますね。結構ねテイムめんどくさいんですよ。で時間もかかるし、ただこれを飲んでるだけでまあ半分になるので、このポーションのね効果は10分なんで、まあ2本3本持っていけば、まあ1体のテイムには十分間に合うかなっていう感じですね。はい、以上がですね魔女から買えるアイテムで作れるポーションです。ですがあともう一つね普通に追加されてるやつがありますね。まあウサギのトロフィーを使ってね作る蜂蜜酒なんですけど、これですねライトフットの蜂蜜酒、ジャンプの高さプラス 20%、 ジャンプスタミナ使用マイナス 30% っていうポーションですね。これねどれだけ変わるかちょっと見てみましょうか。よっ、今これぐらいですねジャンプが。でこのライトフットの蜂蜜を使うとはいかなりね飛ぶことが可能ですね。ジャンプのスタミナも軽減されてます。これがですねライトフットの蜂蜜酒の効果ですね。まあちょっとね微妙な段差とかあると思うんですけど、まあこれ使えばまあそれぐらいの段差超えられるかなという感じです。はい、それではですねこのライトフットの蜂蜜酒とこのねラタトスクの競争剤、まあこれをね使って最速の装備ですね、最速の装備でどれだけ速くなるのかっていうのをね実験してみましょう。今ですね最速の装備フェンリルプラスアスクスビンのマントですね。で風はですね追い風です。このアスクスビンの風走りが適用されてますね。でライトフットの蜂蜜酒、ラタトスクの競争剤を使ってる、まあそんな感じですね。これがおそらく最速の状態ですかね。さあそれでは走ってみましょうか。おお超速いです。超速くなりますね。しかも軽快にねこうやってもジャンプもできるので、
いや、すごいですね。このね、ポーション結構面白いですね。敵から逃げる時とか、まあそういう時はね、このポーションあってもいいかもですね。いやー、なかなかね、素晴らしいポーションですね。これが最速の状態です。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。